すみれ、最近のニュースで逆走逆ギレチャリママならぬ、チャリカス学生が話題になってるみたいなんだけど、何があったの？ああ、それなら知ってるよ。学生が自転車で危険運転をして、それを動画に撮って投稿したやつだよね。そう、それ、詳しく教えて。最近、自転車で危険運転をして、それを動画に撮って投稿する学生たちが問題になっているの。逆走逆ギレチャリカスママ以降、危険運転するチャリカスがさらされまくっているわけなんだけど、その中でも特に問題となっているのが、車に対して煽り運転をしたり、危険な運転をする様子を撮影してその動画が拡散されて、今では大炎上しているのよ。それで、実際の映像があるからそれを見ていくと、このように、おそらく学生と思われる自転車乗りが、車がたくさん走行している道路で危険運転をしまくっているんだよ。また、途中では車と車の間に入り、煽り運転的なことまでやってしまっているの。これって、すごく危険じゃない？結構な数の車がいるのに、道路でウィリとかしまくって調子に乗るのはヤバすぎるわよ。おまけに車相手に煽るようなことまでやるなんて、はっきり言って頭がおかしいとしか言えないわよ。別に自転車でウィリとかすること自体は周りに迷惑かけないようなところでやってくれれば特に何も問題ないんだけど、通勤か退勤で大量の車がいる中でやるっていうのは常識外れにも程があるとしか言えないわよ。もし、これで他の自転車乗りや自動車にぶつかったりして大事故になってしまったら、考えるだけでゾッとするよね。接触事故の可能性もあるけど、もしウィリーに失敗して道路のど真ん中でこけた場合、後ろにいる車が急ブレーキをすることになるし、その結果追突事故が連鎖するっていう最悪なケースになる可能性だってあるわけだからね。これかっけって思ってやっているんだとしたらイカれてるわよね。でも、これって法律違反じゃないの？法律違反よ。自転車も車両扱いとみなされていて、公道でのウィリ行為は安全運転義務違反なんだよ。だから、法律違反により罰金刑がほぼ確定みたいなんだよ。でも、罰金ってどれくらいなの？罰金刑とはいえ、自転車の場合、7000円くらいで済むような金額だから大して意味がないわよね。こういうやからはそんな額の罰金程度では反省なんてしないだろうから、またやらかすわよ。7000円くらいだと学生でもまあ払えるような金額だし、二度としませんとなる額じゃないからね。何かを着てからでは遅いんだから、もっと厳しくしてほしいとは思うわね。ちなみに、この危険運転や車に煽り運転したチャリカス学生たち、元動画は多分どこかから流出したんだろうけど、何か本人のアカウントだったり、情報特定などの痛い目に遭ってたりしてないの？もともと X で拡散され、炎上する前は本人自らインスタに投稿してたみたいなんだけど、そのアカウントは現在見つからないことから、赤消し逃亡をした可能性がかなり高いみたいなんだよ。あ、わかったたち恒例の、いざ炎上したら、怖くなって震えながら逃げ出すってやつね。はっきり言って、炎上して逃げ出すくらいなら、最初からこんなことしなきゃいいのにね。こういう生きってるやからは実際に痛い目見ないと理解しないから、一度痛い目に遭えばいいんじゃないかと思うけど、そんなチャリカス学生に対してネットの反応も。自転車も登録制にしなきゃね。ちょっと前にもペットで白バイ巻いてたやつもいたけど、現行犯じゃないとダメなのはもう通用しないでしょ。こういうやつら、ぶつけてもまず逃げるし。ヤバい組織に所属しているやつの車に接触して、怪我等ない状態で楽しい毎日を終わりにされてほしいですわね。もしくは、行き過ぎた正義の人に特定されてこの世の残酷さを味わってほしいですわ。 YouTube で外人さんが街中をこんな感じで走り回る動画だったけど、なんかこう、外人さんがやるのを日本人がやった途端ダサくなるのはなんでだ？彼らの身や、特に交通安全のためにも早く捕まってほしい。何か起きてからでは遅い上自動車がこやつらを引いてしまったら運転手さんがかわいそう。こういう時くらい警察、力入れろ。バイクの珍相談より悪質では、こういうのは未成年でも一発逮捕懲役刑にしてくれ。対向車側としては起こり以上に殺意が芽生えるだろう。こんな生きる資格のない超絶バカのせいで事故に巻き込まれたら自分の人生が終わるんだから、警察は本気で捜査してくれ。チャリも免許制にすべきという意見にはおおむね賛成で、学科というより IQ 検査で良い。普通の知能ならそんなとこ走ったら危ないことは勉強しなくてもわかる。わからないならチャリに乗るな。などなど、チャリカス学生に対して批判や怒りのコメントが大量に寄せられていたわね。そりゃ、批判されて当然のことだよね。
だって危険すぎるとしか言いようがないし、もし自分の運転する車と事故ったらって考えたらたまったもんじゃないからね。これでもし車と衝突したとしても悪いのは車だとなる可能性も普通にあるわけだし、ほとんどの運転手からは邪魔くさいとしか思われないんだから、どこか迷惑のかからないところでやってほしいもんだよね。でも残念なことに全国各地でこういったチャリカス学生は大量出没しているそうで、これも実際の映像があるから見てみると、っていう感じで自転車乗りの中学生が横並びで走って道路を占拠した挙句、大騒ぎしながらみんなでウィリーして危険運転しまくるというとんでもないチャリカス中学生もいるみたいなんだよ。これも最初のバカチャリカス学生同様、すごく危険じゃない？まず道路を横並びになって走り、車が通れなくなっている時点で完全にアウトだし、大人数でウィリーした挙句誰も注意しないのも終わっている集団としか言いようがないわよね。おまけに撮影者は撮影しながら運転という自転車を片手運転しているわけだし、やってること全て法に触れるような行為ばっかりだからね。っていうか、このチャリカス中学生ども、一歩間違えたら即話の良い確定といった行為なのに、トラックのギリギリを狙ってウィリーをするとか、中学生ならさすがにやっていいことと悪いことの分別くらいは多少なりともついてるだろうに。中学生の時点でこれだと、将来一体どんな恐ろしい大人になってしまうんだろうか。恐ろしすぎるわね。一体どういう教育したらこういうバカが次から次へと誕生するのか、親の顔を見てみたいもんだよね。ちなみに、このチャリカス中学生集団もバカチャリカス学生同様に、個人情報の特定とかされてるの？どうやらこの動画は過去にも炎上していて、2年前に初めて大炎上したみたいなんだけど、その当時の時点で学校名などは特定されていて、大量の通報をされていたと言われているわね。こんなことするような中学生だし、これもバカチャリカス学生同様に、自分から学校名を載せるような投稿をしてたんでしょうね。こういうバカった行為は一度鎮火したとしても、1、2年後に再び掘り起こされて無限に炎上するんだから、いい加減デジタルタトゥーを残すことの恐ろしさについて学習してほしいところだよね。誰が見ても大丈夫な内容なのかどうか、投稿前に一度確認してほしいところだわね。そして、こういう輩のせいで、まともな自転車乗りの印象まで悪くしちゃっているわけだから、自転車も立派な車両扱いされてるってことを意識して利用してほしいと思うわね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしようか。みんな最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。